ゲン。はい、なんでしょちょっと緊急で聞きたいことがあるんやけど、う。うん。東大理さん以外ってカスですか？いや、話題になってるやつね。そう。いや、そんなことはないでしょ。あ、本当に？うん。さすがにそう思ってる人はほとんどいない。理さんも理さん以外も関係ない。関係ないね。だって理さんって勉強がたまたまできた集団っていう風に考えてもらえたら分かりやすいかな。その人の努力でもちろんあるんだけど、いろんな人間のパラメータ、その能力値のうち勉強っていうところが高かったですよっていう集団っていう、ただそれだけだから。勉強のトップではあるけど、なんか例えばそのサッカーのトップとか野球のトップとか、そんな人もいっぱいいるし、勉強だけではないってことだよね。だからもう勉強にとらわれちゃってるね。勉強以外勝つって言ってる人は。もうそれしか能力値がないと思ってるから、そこで序列をつけたがるんであって、それだけじゃないしなーってちゃんと分かってれば、まあ別に理さん以外勝つではないしなっていう。じゃあ実際そのゲンゲンはさ、受験生時代はどういう気持ちで理さん目指してた？一番上だし理さんかなって感じ。理さん入らない理由がなかったんだよね。その理さん入るとリーチとか理2とか他の学部に比べて、まあ東大前提だけど、家庭教師の時給とかいろいろ高いかったりするのよ。いろんな優遇があったりするから。なるほど。東大って大学2年から3年に上がるときに進学振り分けっていう制度で初めて学部を決めるのね。で、その学部を決めるときに理1、理2から医学部行くのは難しいけど、理3からは医学部行けるし、理3から他の学部にも行けるわけよ。そうなんだ。そう、だから理3は単純に選択肢が全て開かれてるっていう状態なだけだから、別に理3イコール医学部じゃないんだよね。だから本当に理3に入るデメリットがなさすぎて、どっちかっていうと、なんか勉強楽しんでやってたっていうのもあるし、あと模試のたびに、よし、あいつに負けないように頑張ろうみたいな、順位を少しでも高く取ったろみたいな、ゲーム感覚でゲームを極めてるうちに、なんか気づいたら理3もなんか合格点余裕だったし、みたいな感じだったかな。楽しいは最強ってことですね。そう、楽しいは最強。その東大理さんって、ゲンゲン以外でどんな人がいましたか？なんか、理3って宇宙人みたいなイメージがあるっていうか、そう言われんのよ。ちょっと頭のネジが飛んでるぐらいの感じの人が多いのかなっていうイメージはある。そうだよね。まあでも実際は、めちゃくちゃ普通。その、理3っていう肩書きを隠したら、誰も理3だって予想できない。やっぱり理3って勉強してきて、まあ割と頭いいわけよ。あるいはその自分の足りない能力とかっていうのを客観的に見れたりするわけよね。この理3っていう、まあ、目標に向けて、どの科目をどういうふうに勉強していけばいいのか、みたいな、自分を客観視した上での戦略立てられる人が多いと思ってて、だからこそ、例えばコミュニケーションの時とかも、自分はこう言ったらどう相手は思うだろうみたいなことを、こう冷静になって、こういろいろ考えることができるわけだから、まあ資料深いっていうのかな。いいやつが集まってるって感じ。すげえな。勉強もできて。いや、なんか、違う、勉強もできていいやつでもあるっていうと、二つもらってるって思うかもしれないけど、実際は勉強できるからいいやつになってんだよね。勉強できる結果、世の中のその善悪みたいなものを見極められる結果、いいやつになってるみたいな。根本頭がいい、賢いから勉強もできるし、なんかもうコミュニケーションもできる。なるほどね。だからその、勉強できるっていうのをいろんなことに応用させられるわけじゃん。そのどういうふうにしたらコミュニケーション取れるだろうとか、どういうふうにしたら〇〇できるだろうっていう、その〇〇が勉強以外のところになったとしても、それを応用させるだけの力を持ってるっていう意味で、結果いいやつが多いなっていう印象だね。なんかちょっと印象が変わったわ。勝手なイメージだけど、結構尖ってる人が多そうなイメージだった。そうね。なんかね、分野によってって感じ。その各分野で尖ってるんだよね。例えばなんかビットコインでなんかすごいずっとトレードして儲けてる人いたり、プログラミングでバリバリに作ってる人もいたり、数学が好きすぎて数学の研究して医学部最初入ったんだけど、途中から数学科に移って、そこで論文書いてる人もいたり、ゴールドマンサックスのインターンで、なんか最優秀賞を取って、
その GS の方からスカウトみたいなのかかったけど、結果医者になったみたいな人もいたり、映画監督なりたいって言ってジブリに入った人もいたり、なんかね、各分野で尖ってる人がいるんだよね。そっか、まあ、なんとなくそういうね、勉強がめちゃくちゃできる人たちなんだろうっていうイメージなんだけど、っていうよりも、まあなんかタレント集団というか、やっぱり、こう何かをできるようになるっていう経験をしてるわけじゃん、理産の人たちって。だからこそ、じゃあ今度これをできるようになるためにはどうすればいいだろうっていう次のステップに踏み出しやすいっていうのはあるかもしれないね。なるほどね。東大理さんに合格する人ってどういう人だと思う？うわー、どうだろうな。本当にね、いろんなタイプいた。なんかもうセンス型の人もいれば、本当にコツコツめちゃくちゃノート書いてみたいな人もいれば、普通に勉強を楽しんでたら気づいたら受かってたみたいな人もいれば、まあでも一つ言えるのは、なんかあるね、教科書とか読んでて、その知識を何も考えずに頭に入れるか、自分でしっかりと咀嚼して、こういうことかなっていうのを思考を重ねた上でその知識をインプットしていくかっていう、その違いな気がするね。少なくとも理産に入る人は、咀嚼して考えるっていう力があることは必要条件な気がするね。まあそれが十分条件ではないけどね。いろんなところに応用させようっていうことを前提としてその知識を入れるっていう人は、まあ多い気がするよね。あとはまあ知的好奇心だね。あー、なるほど。まあ結局勉強が好きっていうのも知的好奇心が高いっていうところに繋がってくると思うし、まあ知的好奇心が高いから、そのさっき言ったように、いろんな分野で活躍できるわけよ。じゃあこの分野飛び込んだらどうなるんだろうみたいな、そういうなんかこうワクワクしながらいろんなことに取り組めるっていうところが結果的にいろんな分野で成功するためのコツで、まあそれはもちろん受験でもそうだよねっていう話だと思うね。いや、なんかめっちゃ面白かった。東大理さんの人たち、俺はゲンゲンしか知らないけど、謎めいた存在というか。どうその実際普通？ゲンゲンが、話して普通だと思う。普通っていうか、ね、いや俺も、めっちゃ普通だと思う。自分で話してる中でそういう人が多いと思う。そうだね、なんか知的探求心が高いとか、そういう勉強の効率とかがすごいいいとか、その努力を積み重ねられるみたいなのはめちゃめちゃあると思うんだけど、なんか言い方悪いけど、なんか性格がひん曲がってるみたいな若干そういう人もいるのかなみたいなのがあったけど、ゲンゲンと喋ってたら、普通というか、なんだろう普通なんだよね。でも実はいろいろ突き詰めてるとこう尖ってる部分もある。でそこの部分がその人の魅力になってるっていうイメージだね。まあ勉強以外でもそうだと思うんだけど、例えば普通の人よりお金持ってる人ってなんかこうそれを見せびらかしたりするじゃん。俺金持ってるからみたいな。でも例えばイーロン・マスクぐらいになるとお金持ってるぜアピール絶対しないじゃん。なんかこう逆にそれによってお金持ってるぜアピールしている人がダサいのよ。そのだから勉強でできるぜっていうのをアピールする人ってダサいじゃん。でもイーロン・マスクはまあ本当に事業の方をで尖り続けてるし、理産生もいろんな分野で尖り続けてるし、だから結局大事なのって肩書きにとらわれず、別に自分を誇示することをあえてせず、でも自分の進みたい道で尖り続けるっていうのが周りの理産生見てても一番素敵な生き方だなって思うね。ということで今回東大理産以外カスなのかっていう質問からまあいろんなことを答えてきたんですけど、もう全然そんなことないです。もうとにかく、自分のね突き進むべき道に向かって全力で駆け抜けてもらえたらいいなと思います。この動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。